こんにちは、たかしです。本日は10月28日土曜日、週末ですので、来週30日からのポンド円、そしてドル円の相場の見通しをしていきます。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。内容はポストプライムのプライム会員と同じなので、使い勝手の良い方で有料投稿を効率的にご利用ください。また、ノートでは有料投稿の単品販売もしてますので、選択の幅が広いのも特徴です。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。現在 GMMA が横ばいですのでレンジということは以前からお話ししております。今週も上がったり下がったりと方向感のない動きをしてますので、またしばらくレンジが続くのかもしれませんね。ただ現在地っていうのは底堅い動きをしておりますので、この冷やし単位では大きめのレンジ、白のラインに挟まれたレンジと考えてますが、その中で4時間や1時間足単位で今小さなレンジを組んでますので、その中のトレードになってきます。基本的には今分かりにくい動きをしておりますので、できれば大きく動き出してからトレードをしていくのがいいですね。ストキャスティクス MACD も方向感がありませんので、まだしばらく現在の状態が続くかもしれませんので、もうしばらくどちらかに動き出すのを待つのがいいと思います。チャンネル登録してね。では4時間足です。先ほどのレンジがこの黄色のボックス、そして緑のボックスになってきます。現在だいたい緑のボックスの中で動いてますよね。ちょっと下抜けもしてますが、すべて4時間足単位ではヒゲになっております。緑のボックス下限が 181.4 付近、そして上限が 182.8 付近となっておりますので、その間でのレンジを想定しておく。そして金曜日はその上限付近からの下落、そして下限付近からの最終反発で終えております。と考えますと、4時間足の GMMA も横ばいですので、現在は4時間冷やし単位でのレンジですので、次は週明けこのレンジ上限を目指していくのかどうかっていうところですね。ただこのまま下落してきた場合ですね、黄色のボックス加減を明確に下抜けてくると、またこちら10月3日の安値とか10月4日の安値、そのあたりまで下落していく可能性がありますので、そうなると180円ぐらいまでの下落というところが考えられますので、まずは現在はレンジ加減にあるので、ここからの反発で上限を目指していけるのか、それともレンジ加減を下抜けてくれば180円ぐらいまでの下落になりますので、その流れを利用するのがいいと思います。では1時間足です。1時間足は分かりにくい動きをしてますね。木曜日に一度 GMMA の青帯を上抜けてそこから上昇するのかなと思ったんですが、結果的に再び GMMA の青帯を下抜けてきましたので、また下落トレンドが継続という形になってます。ただし現在はレンジ加減になりますので、週明けここから GMMA の青帯を上抜けてくるようですと、このレンジ上限の183円付近を目指して上昇すると思いますが、GMMA の青帯でまた上値を抑えられるようですと、そこからレンジ加減、今度は黄色のボックス加減を目指してくる可能性があるので、そうすると 180.8 ぐらいまで下落する可能性があるので、その辺を見ておきたいですね。基本的にレンジを作っている時っていうのは、そのレンジの加減とか上限まで待つっていうことがいいんですけれども、そのレンジの中でもトレンドを作るのであれば、そのトレンドに乗っていけばいいと思います。例えばここですね、ピンクのこのラインと、この黄色のライン、オレンジのラインを引いてますが、ここピンクのラインのトレンドができてるんです。ちょっと見にくいですかね。こんな感じでトレンドができてますので、こういう下落トレンドに乗っていくとか、そういうこともできますので、その辺を見ておくといいと思います。ですので、週明け月曜日に、また現在上昇トレンドを作ってくる。このレンジの中で上昇トレンドを作ってくるのであれば、そのトレンドについていく。ただし、現在1時間足は下落トレンドを継続してますので、基本的には戻り売りで考えるので、GMMA の青帯付近からの下落、もしくはレンジ上限からの下落っていうところを見ておきたい。ただ今はレンジ加減にありますので、ここからは反発しやすいところになってますので、もう一度レンジ加減181円ぐらいを目指して月曜日下落してくるようですと、そこからの次の上昇の流れを見ておきたいですね。では次はドル円を見ていきましょう。ドル円はじりじりと上昇していって、金曜日は陰線で引けております。ただその前までも上がったり下がったりという方向感のない動き、じり高ではあるんですが、あまり方向感がないような、そういう動きをしておりますので、基本的にはじりじりと分かりにくい動きをしている。その中で金曜日は大きめに下落してきたというところですね。今までずっとじりじり上昇してきたので、ストキャスティクスがほとんど機能していませんでした。ストキャスティクス今回高値圏からデッドクロスしてますので、この過熱感を解消に今動いていると考えますので、まずは GMMA の青帯ぐらい、現在ですと149円ぐらいのところになるんですが、そのあたりまでの下落はイメージしておいた方がいいかもしれません。では4時間足です。4時間足は赤い平行チャンネルを描いてまして、その今加減を少し下抜けたところですね。ただ過去にもこの平行チャンネル何度か下抜けてますので、も
し月曜日にこのまま上に戻されてくればまた再び平行チャンネルの中で動くと思いますが、このまま月曜日大きめの陰線が出てくると明確に平行チャンネルを下抜けたことになりますので、そうなると先ほど言った149円か148円の後半ぐらいのところまで下落してくると考えます。まずは週明け初動ですね。 GMMA の青帯の下に潜ってきてますので、今回の上昇で GMMA の青帯でレジスタンスされるような動きになれば、今ですとこのオレンジの水平線が引いてますが 149.829、 そのあたりで上値を抑えられるような動きに月曜日になってくれば、そこからもう一段下落して149円もしくは148円後半ぐらいまで下落する可能性がありますが、もし月曜日に明確にこの赤の平行チャンネルの中に戻されてくれば、そして GMMA の青帯の上に乗せてくれば、再び金曜日とか木曜日の高値を目指して上昇していくと思いますので、今はこの平行チャンネルの中に戻してこれるか、それとも平行チャンネル下抜けでもう一段下落するかというところを見ておきたいです。ストキャスティクスは安値圏にありますので、ここからは上昇しやすい、そういうタイミングではあります。ただマクディが弱いので上値は重くなる可能性はあります。では1時間足です。1時間足 GMMA の青帯でサポートされて上昇して、それが木曜日の話です。木曜日に上昇してきて150円後半ぐらいまで上昇したんですが、そこから GMMA の青帯を下抜けて、そして GMMA の青帯でレジスタンスされるようにして下落してきました。ただ現在は直近の安値付近にありますので、週明けここから反発できるかどうかですね。ただし反発してきたとしても、次上昇してくれば1時間足の GMMA が上から下がってきてますので、その付近では売られやすくなると思いますので、まずは一旦 GMMA 付近までの戻しを待ちたいところですね。そこで上値を抑えられるのであれば、そこからの下落で、先ほどの4時間足の赤の平行チャンネルを明確に下抜けてくる可能性というところを考えておきたいんですが、もし現在地付近でダブルボトムとかをつけて上昇するのであれば、再び赤い平行チャンネルの中に戻ってくると思いますので、1時間足の下落トレンドに入っていくのか、それとも金曜日の下落を打ち消すような上昇になってくるのか。上昇をイメージする場合は GMMA の青帯の上に乗せてからですね、こんな感じの動きを想定しておくといいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。ポストプライムのプライム投稿と同じ内容です。ノートの方が使い勝手がいいという方に向け、有料投稿の間口を広げました。基礎から FX を学びたい方や、現在よりトレードスキルを向上させたい方はぜひご検討ください。有料投稿で適切な自己投資と時間投資をすることも大切だと思います。詳細は概要欄をご覧ください。11月から初月無料ですので、ご入会を検討されているなら11月上旬がお得です。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。